タンクだよね、特徴的なとこはやっぱり。はい、取ります。XL の 1200S。99年。制作は6年ぐらい前かな。3回目の車検。結構期間が経った車両ですね、制作からは。オーナーは2オーナー目になってです。はい。基本的に、なんだ、もともとは、ああいう形、皆さんご存知な感じの、ああいう形の、あれもだいぶ変わっちゃってるんですけど、なんだろうな、特徴的なとこで言うと、なんだろう、どこが気になる？タンクがちょっと変わってるよね、また。そうそうそう。タンクだよね、特徴的なとこはやっぱり。なんか2つあって。このタンク、まずそもそもこのタンク自体は、純正のこうでかいやつ、でかいタンクを切って、もう一回くっつけてちっちゃくする。なるほど。そうそうそう。設計したタンクなんだよねって。そう。で、このタンク元ネタがあって、ハマータンク。ハーレーのハマーっていう車両があって、小排気量で、ツーストのちっちゃいバイク。それにもともとついてたタンクが、スポーツスタータンク。もうそもそもスポーツスターにもともとスポーツスタータンクがついてなかった。丸いタンクだったもんね。もともとはこれでかい、カメノコタンクとか、継続すると出てくるんですけど、そういうタンクがついてて、このちっちゃいタンクが、そのハマータンクの流用から始まってっていう、そのご先祖様みたいなのが、こういうダッシュボード、メイン機がここにあってとか、タンクキャップが真ん中じゃなくて、右側でっていうこういうレイアウトで、その当時のメイン機を、今風に落とし込んでみたよっていうので作ってみた。なるほど。タンクですね、これは。だからなんか、現代風っていうかちょっと丸っこい感じで、で、ここはメインキーが、レプリカのキーをここに埋め込んで、ここに配線とかが裏にね、抜けるためにこう、めんどくさいことを作らなきゃなんだけど、これでメインキー入ってっていう。こういうアイデアがね、古いやつから取るとすごく面白い。面白いね。ヒストリックがあるものっていうか。そうそう。ペイントもその同世代の古いペイントを今回っていうか6年前だけど、やってみて、雰囲気いい感じの、一番特徴的な、このバイクのアイコン的な存在の、あれですよね。すごく手間はかかってるタンクだよね。これシートとフェンダーは？シートとフェンダーは、なんだろうな。何のフェンダーだったっけブランク、材料で売ってるフェンダーがこういうのがあって、それをステーとブラケットを製作してっていう。シートはまたね、古いね、ベイツシートみたいな雰囲気の、デッとした、ダサかっこいいじゃないけど、雰囲気重視で、そうそうシート作って、このシート下がね、特徴的なね、配線とか見えちゃうもんで、ちゃんときちんとカバーがついてるっていう。なるほど。そういうのやっとると、なんて言うんだろう、いいバイクだなって。いいバイクだなって言うんだけど、ちゃんとマイナスネジで止まってるっていうね。フェンダーのステーとかもなんか一手間かけてなんかちょっと立体的に板じゃないよみたいな。そうするとね、満足感生まれるカスタムになるよねみたいな。裏もなんかね、このナンバーをするために、ちょっと錆びちゃってるけど多分6年ぐらい経ってるから制作から。でもZ1 テールみたいな。イメージは Z1 みたいな。で、同じような感じで。チェーンガードも製作して、このね、リブ立てて。そうそう。手間かかっとるね。本当はね、チェーンガードもこっちから生えて、こういう形状で、ここにステーがあるんだけど、どうしてもここにステーが入るとやぼっこいもんで、この時は上から吊るすっていう。で、なるべく真横から見た時にステーが見えないようにとか、ちょっと、サスの裏側に隠れて、ステーをとか、なんかちょっと凝ったことして、なるべくね。そう。で、今回ね、もうなんか最近もすごい定番になってきたんだけども、ウインカーがちっちゃくなりました。今みんなつけてる。
ちっちゃ。みんなつけるね。すごい明るいんで、ああね。昼間だからあれだけど、夜とかね、もうすごい明るいうん。ウィンカーだよね。これはね、革命だよね。ウィンカーなくなっちゃう。あとは、知ってる人はわかると思うけど、オイルタンクが、本当はこの辺あるね。オイルのキャップが。移設そうそう。これをこう、なんかこっちにこうつけてみて、なんかキャップちょっと変えてみて、ちょっとなんかこう、アクセント入れてみようかなって。まあ、オイル量は減ってるよね、これ。まあ問題ないだけどね。まあまあ、結局、なんだ、純正バッテリー周りと、この純正オイルタンクのレイアウトって、やっぱり結構、理想的な位置関係なもんで、ここをなんかいろいろやっちゃうと結構、なんか、バランスを取るのが難しい。バランスというよりか、なんかまあ、なんていうんだろう、トレードオフが起こっちゃうよね。バッテリーサイズちっちゃくしてとか、うん。その狭いところにね、同じ容量のものをっていうのが、なんかもうそのまま使うっていうことが多い感じは。なるほど。で、ハンドル周り、スイッチ。で、ペット、ウィンカーとか、クラッチとか、もうシンプルに定番の、で、中配線通して、もう何にもなくっていう。スマートな。スマートに。で、このね、おしゃれな穴の開いたステムナットで。そんな感じかな。あとなんだろう。あとは、まあ定番のサイドコイル。で、点火はダイナ S。で、ツインプラグの車両をシングルファイヤーだ。ね。総爆で普通のダイナ S で出してる。メーターはね、もうね、よくみんなつけたがるドガジェット。ドガジェットメーター。まあ、でもこれもね、ドイツ製でまあそこそこ値段して、デザインもまあそこそこなんだけど、まあ針がブレたりとかね。あと取り付けも線が細くてすごくめんどくさいっていう。すっごい線細いよね。破壊のあるあるよね。うん。高いけど最上級じゃない。まあでもね、満足度も高いとか。あとは、まあ、外装はそんな感じか。ヘッドライトとかもうちで一番よく使うけど。ちっちゃいやつ。まあ暗いんだけど、暗いってもそこまで暗くないけど、そうそう。で、マフラー。マフラーは、このお客さんがあっちからって、なんか自分で巻いてきちゃったんだけど、交代。なんか一応2 in 1で。で、ここはもう一応差し込みになってるかな。ここまで巻いちゃってるけど、皆さん。そうそう。で、50パイのステンレスで、そうそう。ちょっと古っぽいイメージの、この集合のさせ方で。で、製作してるかな。日本も。ステンレスで巻いて。音聞きたい。聞きたい。音聞きたい。爆音ではなくて、そうそうそう。きちっとパンチングとグラスウールで中は作ってあるから。サイレンサー入りの。で、まあ、あともう定番のチェーン化とか。で、まあ、キャブはもうなんか一番多い HSR。ミクニの HSR。まあ、一番、あれだよね。ファンとついて。早い。おすすめ。もう安いし、一番コスト的にも社外パスキャブの中では。最近のベースもすごく安定してるもんで、まあ、おすすめ。キャブの人たちは、まあ、とりあえず一般みたいな。マニアホールドも純正そのままで使えるもんで、そう。だけど、これも、なんていうんだろう、組み立てがメキシコだったかな。ボディはメイドインジャパンだけど、アセンブリーがメキシコ。で、一部加工は向こうなのか、すごくでも、加工が荒くなった。5年ぐらい前から。品質が。5年、4、5年、ここ4、5年かな。なんか、あれなんか違うと思いながら、もうちょっとちゃんとしてたのにと思いながら。でも、まあ、いい、割と。
チャンバーガスケットがガソリンで一発で伸びたりとかするけど、たまにね。だけどまあまあ、全然すごく元気なんで、ね。キャブね。キャブとマフラーとエアクリーナー。エアクリーナーはね、あんまちっちゃいもんで吸わないけど、奥さんのエアクリーナーね。うん。ちっちゃくてみんなちっちゃいの大好きだし。コンパクトに。俺は大きい方が好きだけど。何がいやいや。良さげ。そう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 。トゥードゥーリスト。